おはようございます。セネドラです。本日は3月18日土曜日です。今日はスタート地点までバスを2本乗り継いで移動するんですが、飛行機が15分ぐらい遅れちゃってバスの乗り継ぎがちょっと危険だったんですが、なんとか結果としては乗ることができました。特にこの2本目のバス1本乗り過ごすと1時間ぐらい時間ずれちゃうんでね、ドキドキしてたんですがなんとか間に合いました。今回のスタート地点、仁淀川大橋手前の、大橋北詰っていうバス停に到着です。高知空港着いた時点では雨が降ってたんですが、雨もすっかり上がっていい天気になってます。種馬路から歩いてくると、この国道を1回下くぐって、あそこに見える階段を上がって橋を渡るようなルートになってます。結局なんだかんだで予定通りに大橋北詰のバス停まで戻ってこれました。10時45分スタートになってます。今日は天気が雨予報もあったんで気になってたんですけど、結果としては今日、さっき止んでね、今すごいいい天気になってます。これはね、気持ちのいい歩き遍路ができそうです。仁淀川大橋を渡ったらすぐ右に曲がります。清滝島で残りの距離が書いてなかったですね。1巡目でこの辺を通った時、昼飯が食えてなくてすんごいお腹減ってたんですよ。で、わずかに残ってたお菓子を妻と分け合いながら、ここの階段に座ってあの橋を見ながらポリ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 食べた、すごい切ない思い出がある場所です。今日は今から清滝寺参拝して、それから昇龍寺、参拝行きます。今日のお宿はゲストハウスのリリアンさんお願いしているので、昇龍寺に行きがてら、荷物預けられればなんて思ってるんですが、時間的に余裕があれば、昇龍寺の奥の院、並木不動でしたっけ、ちょっとそこも行ってみたいんですよね。時間との、バランスになるんですけど、できればそんな感じで歩いていきたいと思います。正面に見える山の中腹に清滝寺が、うっすらと見えてます。あと距離にして4キロぐらいでしょうか。頑張って歩きます。遍路道はここを信号を渡ってまっすぐ行くんですが、今日昼飯を食べてないので、ここの交差点をあえて右に行ってですね、ちょっと行ったところにマックがあるようなので、今日はそこで、パパッと昼飯を済ましちゃおうと思います。本当だったらせっかくなので土地のものを食べたいんですけど、今日とにかく時間がなさそうなんでね、ここで5分で昼飯を終わらしちゃおうと思います。食事が済んだので、遍路道に戻ります。マックの裏の道から入って途中で遍路道に合流しようと思います。この辺は住宅街を歩くので、前回もそうなんですけど、きちんと遍路道をトレースできないんですよね。なんかうろうろしちゃってます。この辺りでろうそくを持ってくるのを忘れたことに気づいたので、佐野屋さんでろうそくを買いました。本当はともしび5っていうのが欲しかったんですけど売ってなかったので、ともしび10にしてます。はい、遍路道に戻ってきました。清滝寺まで残り 2.7 キロです。土佐市観光笹岡ハイヤーさんの看板です。笹岡ハイヤーさんって歩き遍路車の中ではまあまあ有名な、タクシー会社なんですよね。前回は寄れなかったので今回寄ってみました。笹岡ハイヤーさんは、歩き遍路車にとても優しくて、ザックを預かってくれるんですよ。清滝寺の登り道がまあまあきついので、ザックなしで参拝できるのはとても助かります。笹岡ハイヤーさんに、荷物を置かせてもらいました。あそこ歩き遍路業界ではまあまあ有名なところで、お遍路さん向けの休憩所があるんですが、荷物を預かってくれるんですよね。清滝寺まあまあきつい登りがあって、ザックなしで行けるのはすごく大きいメリット。その上遍路道沿いなので無駄な迂回もないしね。前回は知らなかったんですが、その後いろんな人のいろんな、ブログとか YouTube とか見てたら笹岡ハイヤーさんよく出てくるんで、
今回寄らせてもらいました。ありがとうございます。清滝寺まで残り 1.8 キロです。この標識を見た時に思い出したんですが、これまた道間違えてますね。本当はあの辺から畑の方を歩いていくんですよ。前回と全く同じ間違いをしちゃってます。進歩しないですね。正面から歩きお遍路さんがやってきました。この方欧米の方で、ちょっとお話ししたんですけど言葉いまいち通じずねあれなんですけど、今から昇龍寺の方に向かうんだそうです。さっき道間違えたって言った畑の中の道を通ってくるとここから出てくるんですよね。次回こそ間違えないように気をつけましょう。ここの分岐は左に入ります。この辺りから少しずつ上り道になっていきます。さっき、欧米系の女性の方とすれ違いましたけど、またそこで日本人の男性の方、この方も歩き遍路っぽかったですね。スタートして数時間で2人も歩き遍路の方とすれ違えるなんてラッキーですね。私歩き遍路が盛り上がってる時期に歩いたことはないので、なんかこうやって何人もの方とすれ違うと嬉しいですよね。車遍路の難所と言われている道を登っていきます。これ対向車来たらアウトですね。今日荷物を笹岡ハイヤーさんに預けてきたんで楽だなと思ったんですけど、よく考えたら前回もビジネスイン土佐にザックを置いて登ったんでした。なのでここ逆にザック背負って、登ったことないんですよね。まあまあきつい登り坂です。頑張っていきましょう。車遍路は道なりに右の方に行くんですが、歩き遍路はここから、さらに1段階きつい、道を上がっていきます。映像だと伝わらないかもしれないけど、結構えげつない上りをひたすら登っていきます。これはねきついです。やっと山門が見えてきました。いやザックがなくて助かりました。35番札所清滝寺です。山門をくぐるとさらに階段が待ち受けてます。こういうの精神的にきついですよね。今度こそ到着です。清滝寺には厄除け薬師如来がいらっしゃって、その台座には、真っ暗な内部を手探りで進む階段巡りっていうのがあるらしいんですが、前回も今回も入ることができませんでした。鐘も、今回もつくことができないようです。ここの階段巡り、入ってみたかったですけどね、残念です。それでは本堂を参拝して大師堂も参拝します。山の中腹から見る景色は素晴らしいです。向こうの方に海が見えますが、今日はあっちの方まで歩くことになります。はい、参拝が終わったので、次は36番昇龍寺を目指します。今日でも雨が止んでくれて本当に良かったですね。助かりました。今また歩きお遍路さんとすれ違いました。また欧米系の人でしたね。今日3人目です。ドラゴン広場内にお遍路さんの接待所があるようです。ドラゴン広場前回も入ったんですけど接待所気づきませんでしたね。はい、さっき道を間違えちゃったところ、ここを、歩いていきます。さっき歩き遍路4人目の人とすれ違いました。今日多いですね。と思ったら目の前からもう1人来ました。あれ5人目です。やっぱこの時期ずいぶん増えてきたんですかね。いやーとてもね嬉しいです。5人目は日本の方です。いやー歩き遍路盛り上がってるみたいでこれは嬉しいですね。笹岡ハイヤーさんで荷物をピックアップしたら、お礼をお伝えして昇龍寺に向かいます。向こうの方に歩きお遍路さんが大勢いますね。なんだろう、ツアーかなんかなんでしょうか。欧米系の方5、6人と日本人が2人いました。みんな無口で歩いてたんで、1個の団体なのかがちょっと分かんなかったですけどね。いや賑やかです。ドラゴン広場出てきました。ここね今でもいまいち何屋なのかがよく分かりません。はい、これファミリーマートが見えてきたっていうことは反対側にビジネスイン土佐がありましたね。
あそこはお遍路さん御用達のお宿としてとても有名なところです。長池地蔵さんが出てきました。そういえばこの辺りで初めてお大師様を感じたんですよね。1巡目にここ歩いてるとき、この辺りですごい生温かいものが鼻からもわっと入ってきたんですよね。あれ今考えるとお大師様だったんじゃないかと思うけど、いやあれね、結構驚きました。すごい不思議な体験でした。うまく説明できないんですけど、とにかく不思議な体験をさせてもらった瞬間でした。はい、ここを右に曲がります。昇龍寺まで残り 9.3 キロです。川沿いに桜がたくさん植えてあるんですが、まだ咲いてないようです。3月中旬の高知なのにこんな状態なんですね。あ、ここはね、確かヤギさんがいたんだと思いました。どらと思ったらいないですね。あれ、あ、向こうでね、今お食事中な感じです。前見た時と色が違うような印象ですね。これはお地蔵さんではないのかな。なかなかシュールな映像です。塚地峠の入り口にある休憩所で、皆様が演奏されてます。賑やかな感じですね。今回は塚地峠は、越えずに、トンネルで昇龍寺の方に向かおうと思います。塚地峠は前回通ったんでね、今回は違う道でアプローチです。実はこの辺でちょっとした事件があって映像があんまり撮れてません。どんな事件があったのかは後ほど説明します。海が見えてきました。宇佐湾ですね。昇龍寺は宇佐湾のさらに向こうの方になります。今日は時間が押しちゃってるので昇龍寺の奥の院までたどり着けるか微妙です。塚地峠を越えてくると確かここから出てくるんですよね。前回この辺りで食事どころを探した覚えがあります。いろんな人のブログで横波スカイラインっていうのかな、あっちの方に歩いてると真言宗はダメだっていうお説教をするおじさんに遭遇することがある、そういうブログとかって見たことありますか？何人かね書いてたような気がします。で、私ずっとそれ気になってて、今回実は奥の院行ったら次の日あっち回りたいんですよね。でその理由が半分ぐらいはそのおじさんに遭遇できないかなみたいな、まあ遭遇したら嫌な思いするんでしょうけど、まあとりあえず何事も経験ということでね、そんなこと考えちゃうんですけど、なんとさっき塚地峠のとこでそのおじさんに遭遇しました。見事です。20分ぐらいずっと並走されて、ずっといろいろとお説教いただきました。しかも歩くの速くて、どんなに速度上げてもね全然ちぎれないんですよ。いやー、特徴とかが分かんないんですけど、もうくぶくり間違いないですね。あの人だと思います。興味のある方はこの辺ちょっとゆっくり気味に歩いてれば出会えるかもしれません。お遍路さんの格好してね。ちなみに映像に撮ろうかなと思ったんですけど、なんかそんなことしたら大変なことになりそうな予感がしたので、映像は撮りませんでした。なのでこういう体型風貌の人だよっていうのをちょっとお伝えすることできないんですが、塚地峠の手前1キロぐらいで声かけられていろんなお説教をいただきました。いや、非常に貴重な体験をさせていただきました。ファミリーマートが出てきました。ここのファミリーマートは今晩もまた来る予定です。ただいま15時23分です。いや、予定よりもだいぶ遅くなってます。宇佐大橋を渡って昇龍寺に向かうんですが、その前にゲストハウスのリリアンさんに向かいます。このエネオスの看板が見えたら、そこを左に曲がったところにあります。ゲストハウスリリアンさんも、歩き遍路業界では有名なお宿ですよね。ここは食事の提供がないので、晩飯とか朝飯とかは、買って持ち込んだり近くで、食べたりするんだそうです。
とりあえずザックを預けたらさっさと昇龍寺に向かいます。今回当初の目論見では昇龍寺の奥の院まで参拝したらタクシー呼んでリリアンに戻って、次の日は朝タクシーで奥の院まで行ってから横波スカイライン歩こうと思ってたんですが、タクシー会社に断られちゃったり、会いたかったおじさんにももう会えたりしたので、当初の予定を変更してリリアンさんまでまた歩いて戻ろうと思います。リリアンさんにザックを預けて昇龍寺に向かいます。今3時45分。昇龍寺は大丈夫だけど、奥の院に行ってリリアンに戻ったら6時過ぎちゃうかなあ。ちょっとね、行くのどうするか悩んでます。行けないかな、ちょっと難しそうですね。まあ昇龍寺参拝終わった段階でもう一回考えようと思います。イノシリパーキングの看板を右に曲がるといじり峠があります。歩き遍路だとそっちがルートになるようなんですが、前回はそっち歩いたんですけどね、今回は違うルートということでここはまっすぐ行っちゃいます。今また歩きお遍路さんとすれ違いました。日本の方でしたね。もう何人目だろう、もう10人以上すれ違ってます。竜の浜休憩所です。休憩せずこのまま行っちゃいます。バス停がありました。このバスがもっと本数が多ければうまく使えるんですけどね、残念です。左手には竜の浜パーキングが見えてきました。綺麗そうですよね。映像撮りたいところですけど時間がないのでこのまま行っちゃいます。土佐竜温泉山陽荘です。前回はここに泊まりました。今回もここに泊まりたかったんですけど満室で予約が取れなかったんですよね。もし泊まれたら横波スカイライン歩けたんですけどね、残念です。この辺りでちょっと不思議なことがあったんですよ。歩いてる途中で女性の方とすれ違ったんですが、なんかねどっかで見たことあるような気がしたんですよね。でもどうしても思い出せず、そのまま忘れちゃってたんですが、その後いろいろあって、インスタのフォロワーさんだったことが分かったんですよ。ただ問題は私その方をお会いしたこともないし、お顔を見たこともないんですよね。なのになんで知ってる人だって自分が思えたのか、これって不思議じゃないですか。大勢の人ともすれ違うのにね、その時だけそう思うっていうのはきっとお大師様のお導きがあったんでしょうね。本当に不思議です。36番札所昇龍寺です。昇龍寺といえば何といっても有名なのが仁王門をくぐった後に出てくる170段の石段です。1巡目の時もそうでしたが、昇龍寺に着く頃ってもう夕方ぐらいになってるのでもう疲れ果ててるんですよね。もうその段階でこの170段を登るっていうのがきつくて、登りきった時にはもう本当達成感がすごいんですよね。空気もピーンと張ってて厳かな雰囲気を感じることもできます。やっぱこれぐらいきつくないと朝青龍のトレーニングにならないんでしょうね。それでは本堂を参拝して大師堂も参拝します。さて奥の院に行くかどうか悩んでます。どうしようかなと思ったんですけど、もうせっかくここまで来ちゃったんだったらね、奥の院行ってみたいと思います。農協所で奥の院の農協員も頂戴しちゃったからにはもうこれ行かないわけにいかないので、農協所の裏手の道から、奥の院を目指すことにします。さっきリリアンさんに荷物を置いた時にいた、他のお遍路さんに道が険しいから気をつけなって言われたんで、トレッキングシューズに履き替えようと思ってたのをすっかり忘れてジョギングシューズで来ちゃってます。なんとかなるかなんて思って、歩いてたんですけど、思ったよりも道がやばいんですよね。足場が悪い上にジョギングシューズなので、非常に歩きにくくてカメラもかなりブレブレになっちゃってます。いやーしくじりました。
怪我がないように、ゆっくりと慎重に歩いていきます。昇龍寺には人がたくさんいて賑やかだったんですが、この道は人っ子一人いません。なんかね、心細くなってくるぐらい、静かな道です。上の方に道路が見えてきました。やっと到着ですね。奥の院の標識も出てきました。あそこを左に曲がったらあるんでしょうかと思ったら、左200メートルって書いてあります。まだもうちょっと歩くんですね。もう疲れ果ててます。早く着かないかなと思ってちらっと見たら、まだまだ、階段が続くようです。また次の道に出てきて鳥居をくぐります。さすがにもう着くのかと思ったら、まだ少し先がありそうです。立ち並ぶ鳥居と赤い土が一気に異世界な雰囲気を醸し出してます。この鳥居をくぐったらこのまま異世界に転生しちゃいそうな雰囲気です。いや、この辺だけ雰囲気が明らかに違いますね。これより先土足禁止、横にはサンダルがあるので、サンダルを履いて参拝するんだと思うんですが、参道が大変綺麗に清掃されているので、私はあえて裸足で、参拝してみました。裸足で参拝って生まれて初めてですね。こんな感じで歩いてます。昇龍寺から少し奥に入っただけでこんな神秘的なところがあるんですね。昇龍寺奥の院並切不動です。厳かな雰囲気というよりも、もう神秘的な雰囲気ですね。参道は綺麗に整備されてるんですが、横に入ると土の上で足の裏にいろんなものが刺さってちょっと痛いです。特古書が飛来した場所っていうのは今の昇龍寺じゃなくて、この奥の院なんですね。初めて知りました。いや、こんな雰囲気ですよ。すごいですよね、これ。いや、来てよかったです。そういえばさっき昇龍寺の手前で不思議な出会いがあったお話ししたと思うんですが、その方がインスタのフォロワーさんだったって分かった理由がですね、この同じ日にその方がストーリーズにこの奥の院の画像を上げてたんですよ。で、あれと思って、それでちょっとお尋ねしたらですね、どうも服装とかも一致してて、っていうことになったんですよね。フォロワーさんもこれもしかしてスネドラじゃねえかぐらい思ったみたいなんですが、私ザックも背負ってなかったし、その時カメラも手に持ってなかったんでね、判別できなかったようです。昇龍寺奥の院、参拝終わりました。並切不動明王だっけな。いやー、やっぱり味がありますよね。土も赤土で雰囲気がやっぱり全然違う。なんかこう秘境っていう感じがしてね、行ってよかったです。今回実は昇龍寺行った時に時間的にも体力的にももうほとんど諦めてたんですけど、大龍寺打った後に鴨道行けなかったじゃないですか。あの時が相当残念で、今回もあの時に近い気持ちになったんですよね。絶対行きたいと思ってたからちょっと無理して行ったんですけど、行ってよかったです。疲れましたけどね。昇龍寺からの山道が結構やばい感じだったんで、今日靴がジョギングシューズなんで危なかったですけどね、なんとか行けました。いやー、疲れました。この分だとゲストハウスリリアンに戻るのは6時過ぎちゃうかなと思うんですが、まあでも昇龍寺も昇龍寺奥の院並切不動明王も、参拝できたんで、今日はね言うことなしです。前半ペースがだいぶ遅くて、途中で1時間ぐらい予定より遅かったんですよね。これやべえなと思って急ぎ出したら、今度真言宗はダメだおじさん出てきちゃってね、さらにペース落ちちゃったんで、どうなることかと思いましたけど、いや楽しい一日でした。日もだいぶ伸びてきて、まだ明るいんでね、気持ちのいいお部屋のができてます。五色の浜、気になりますけどね、
もう今日ちょっと寄り道してる気分にならないので、このまま、一目山に宿に戻ろうと思います。いつもだったら打ち戻しの時は気持ちが高ぶってこないんですが、今日は、やりきった感があるのですごいすがすがしい気持ちで歩けてます。夕日もお前今日よくやったなと言ってくれてるようです。はい、リリアンさんに戻ってきました。入り口に顔出しのパネルがあって、ちょっとね撮ろうかなとも思ったんですが恥ずかしいので、やめることにしました。誰も撮ってくれる人もいないしね。リリアンさんは客室が3部屋あるようです。この辺りは宿が少ないっていうのもあるかとは思うんですが、ひっきりなしに予約の電話がかかってきてましたね。人気のお宿みたいです。はい、お部屋です。今日の私のお部屋はベッドがあるお部屋でした。非常にシンプルなお部屋ですが、特に何の問題もありません。快適に過ごすことができます。ゴミ箱がない代わりにゴミ袋が置いてあります。ゴミはこの中に入れるようです。ちょっと歯ブラシは見当たらなかったので、もしかしたらないのかもしれません。お風呂場の手前には洗濯機と乾燥機が各1台ずつ置いてあります。3組しか泊まれないので1機ずつあれば問題ないんだと思います。お風呂は一般的な家庭のお風呂なんですが、ゲストハウスですからね、こんなお風呂で十分です。シャンプーやコンディショナー、ボディーソープも全部いいものが置いてありました。トイレはこの自動で開閉するタイプのね、新しいタイプのトイレになってます。それでは晩飯を買いにファミリーマートに向かいます。歩いて 5,6 分ぐらいでしょうか。この辺は街灯が少ないので道が暗いんですよね。転ばないように気をつけて歩きましょう。だからこういうのが好きな人もいる。こういうの発明も当たればね、何億って金入るからね。そうなんだ。こんなの大概みんなこう夜ね、こう飲んでやるとちょっと変な人なんですよね。そこが面白いんですよね。それで剥いたのがこれですか。そうです。パッターン。わあ、すごいよね。これ手間賃。いや、これすごいですよね。これちょっとお母さんが分担剥くの得意だっていうんで、こんなに剥いてもらっちゃいました。ありがとうございます。パパパッとかけるんですか。鯛の浜ね、海が見えたらね、嬉しいからね。鯛の浜いいですよね。あそここう山厳しくてね、出てきたところだ。これはあそこの旅館にね泊まった時にね。このお遍路さん歩きながら絵を描いてるみたいなんですよね。すごいです。これうまいですよね。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。明日は行けるところまで歩いて、どっかの駅から高知空港に戻って、東京に帰ろうと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。